おはようございます。たかしです。本日は9月24日火曜日、ただいま8時16分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は長い下髭になってきておりますね。現在はこの GMMA の青帯に接触してきておりますので、過去のこの動きを見てもここから下落していくのかどうかっていうところを見ておきたいです。もちろん下落する可能性はあるんですが、ここのところ強く上昇してきておりますので、現在地付近で揉み合えばここを上抜けしてくるということも考えられるんですが、まずはこの直近の高値ですね。この白い水平線の 193.5 付近を一旦の天井と考えておく方がいいです。もちろんそこを上抜けてくればもう一段の上昇ですが、一旦この辺りからの下落をイメージしておきたいですね。では4時間足です。昨日の動きかなりわかりにくいですよね。上がったり下がったりという方向感のない動きをしておりましたので、まずはこの揉み合いをどちらに抜けるのか。今オレンジの水平線、これが過去の意識されるポイントですね。ここずーっとレジスタンスラインになってきたところ、そこで今は上値を抑えられてますので、ここを上抜けてくると先ほど言っていたこの高値ですね。193.5 付近までの上昇が考えられますが、もし上抜けられないと一度この下落方向への動きを考えておきたいです。現在 GMMA の青帯上向きですので上昇トレンドなんですが、一度もこの GMMA の青帯に押しをつけていないですよね。ここで一度押しをつけてますが、この辺ずっと乖離したまんまですので、一度 GMMA の青帯に押しをつけてからの再上昇みたいな、そういう動き方をしてくるかもしれませんので、その辺の動きも見ておく必要があります。インジケーターちょっと弱いですね。ストキャスティクスは垂れてきておりますので、やはり上値が重いのかなと、今までこうずーっと意識されてきたポイントに差し掛かっておりますので、過去の動きを見ていると、もしかすると現在地付近で揉み合いになってから上抜け、過去がそういう動きをしてますので、そういう動きをしてくるかもしれませんが、もちろんここから下落していくっていうことも考えられますし、今日足の GMMA にぶつかっているってことは、当然ここから日足単位の下落に入っていく可能性もありますので、もう一段の上昇か現在地からの下落かっていうところを見ておきたいです。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯が上向きの上昇トレンド中です。ただ昨日に関してはちょっと上値が重くなってきておりますので、その辺は注意が必要ですね。先ほど言ったように4時間足で一度押しをつけるのであれば、深めの押しからのさらに再上昇みたいなそういう動きになってくるかもしれません。以前に言っていましたこれ過去の揉み合いゾーンと言っていた黄色のゾーンに今入ってますので、もうちょっと上値が重いのかなと。そして一度深めの押しをつけてくる可能性は考えておきたい。ただ現在はこの高値圏に張り付いてますので、もしかするとこのままスルスルっと上抜けてくるかもしれませんので、その場合はこの昨日の高値ですね。このあたり、今ここがレジスタンスラインになっておりますので、上抜けた時はここがサポートに変わってからの再上昇みたいな、こういう動き方を見ておくと分かりやすいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも GMMA の青帯は下向きで、大枠では下落トレンド、その中で今までずっと上昇したところは売られてきたという、そういう動き方をしております。昨日は陰線になってますよね。なのでここからこういう動き方はイメージしておいてください。今までの動きはこういう動き方をしておりますので、そう考えるとここから当然下落してもおかしくない。ストキャスティクスも高値圏にありますので、ここから下落するのか、それともこの GMMA を上抜けてくるのかっていうところに注目です。では4時間足です。昨日はじりじりと下落してきている、そんな形にはなってきておりますね。ただ GMMA の青帯、今までずーっと下向きだったものが、今ここで上向きにこうトレンドを転換してきている途中です。もちろん GMMA まだ収束してますので、今ここを下抜ける可能性も十分あるんですけれども、今だんだんと今まで下向きだったものが上向きに変わってきているってことは、上昇しやすい地合いに入ってきているっていうことなので、その辺は注目ですね。ただ GMMA の青帯までちょっと距離があるので、本日もうちょっと下落してからの上昇になるのかっていうところと、あとは直近の昨日の高値なんかですね、この辺の 144.3 付近とか4付近、このあたりを明確に上抜けられるかどうかっていうところに注目です。ストキャスティクスもうちょっと下げ余地がありますので、本日もう少し上値が重いかなと思いますので、GMMA の青帯付近までの下落、もしくは現在地付近で揉み合って GMMA の青帯が追いついてくるのを待つか、みたいな、ストキャスティクスがもう少し下げ切ってからの次の上昇に乗っていく方が分かりやすいとは思います。では1時間足です。1時間足 GMMA の青帯は上向きなんですが、昨日の動きを見てもかなり分かりにくい動きをしてますよね。金曜日の後半からそんな感じになっておりますので、現在ここでの揉み
み合いの期間に入っております。なので、ここの昨日の高値、昨日の安値付近を意識しておいて、そこでの間でのレンジという風に考えておくと分かりやすいかもしれないですね。GMMA の青日上向きなんですが、今ちょっと横向きになってきてますよね。ということはここからレンジに入っていく可能性があるので、まずは昨日の高値を抜けてからの上昇についていく。もし昨日のこのレンジの中で入っているのであれば、この中でのトレードになってきますので、下がったところから買う、上がったところから売る、それを抜けた方についていくという、そんな考え方を基本に持っておくと分かりやすいと思います。ですので、この辺にアラートを仕掛けておくのがいいですね。昨日の高値、安値付近にアラートを仕掛けておいて、その通知が来ればそこでトレードをするみたいな考え方を持っておくといいんじゃないでしょうか。まだトレーディングビュー使っておられない方は、概要欄に URL を貼っておきますので、使いやすいチャートをお探しの方は、もしよければ無料登録でご利用ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは9月末まで初月無料キャンペーンを実施中です。もし少しでもご興味ありましたら、お早めにご利用ください。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。